こんばんは、コーヒーブルです。リラックスタイムやお休み前にまったりした時間をお届けします。今回はですね、前回の続きで名古屋の喫茶店だとかカフェ文化について話していこうと思います。前回コンパルについてお話ししたんですけども、今回はコメダで、コメダは結構もう全国的に増えてますし、他の国にも海外にもコメダって前台湾に行った時に台湾でもコメダは見かけたので、かなり知ってる方も多いかなと思うんですけども、コメダって食べ物自体も美味しくて、飲み物だけでなくて、でなんかクオリティが高いというか、でも優しい味なんですよね。全部こう優しめな味、あまり辛いしょっぱいとかじゃなくて、ほんのり甘めな味付けなんですよね、全部で。大きさが写真だけ見てメニュー表で注文するとびっくりするぐらい結構大きくて、なので友達とシェアしながら食べる方が、最初に頼みすぎると食べきれなくなるぐらい大きいので、少しずつ追加した方がいいぐらいの結構ボリューミーなのが結構コメダの特徴で、やっぱりこれ有名だと思うんですけど、白ノワール、デザートの白ノワールは本当に美味しくて、なんかクロワッサンっぽいパイっぽい生地で、なんかありそうなのに他で見ないというか、でそこにそのソフトクリームとメープルなのかな、合わせた時に何段階も味を変えれるというか、私は最初ソフトクリームで食べて、で途中でメープルかけて味変してみたいな感じで、最初の状態も美味しいし、だんだんそのメープルとかソフトクリームが浸透していって、熟々になったのも美味しいですし、でサイズで言うと普通サイズとミニサイズがあって、ミニサイズでちょうど1人前ぐらいですね。で普通サイズはシェアするぐらいの大きさで、数年前からクロネージュっていうのが出てきたんですけど、それはバームクーヘンみたいな、ダークモカみたいな味のバームクーヘンで、それはすごいしっとり系で、それも私大好きで、バームクーヘンってふわふわ系としっとり系ってあると思うんですけど、これはもう完全にしっとり系のバームクーヘン、すごい私の好きなタイプのバームクーヘンで、甘さも結構控えめ、モカのちょっとほんのり苦い甘さ控えめなバームクーヘン使ったクロネージュも美味しいですし、あと食べ物でおすすめで言うと網焼きチキンホットサンド、これはもう万人受けするというか、チキンが本当になんていうの、本気のチキンというか、甘辛い照り焼き味のチキンがサクサクのホットサンドに挟まっていて、結構ボリューミーで、これは本当多分どなたが食べても美味しいって思う、本当に美味しい味、美味しいですね。で私その前に真夏に友達と4人ぐらいでコメダに入って、すっごい暑い日でかき氷を一人一つ頼んだんですよ。で
でも一人一つ頼むのって全然普通だと思うんですけど、ミニサイズと普通サイズってあって、普通サイズを一人一つ頼んだらすっごい大きくて、で店内涼しいんで最後みんな凍えながら食べましたなのでもう基本的にコメダではミニサイズがあるメニューはミニサイズの方を頼んだ方がいいですね。結構普通サイズは大盛りで思っていただいた方がいいですね。あとは白ノワールは結構その期間限定とかコラボみたいなのが多いんで、一番おすすめは秋ってなんかハロウィンとか栗とかさつまいもとかその美味しいものとかこう可愛いものとかなり期間限定で、あるので、前だと多分なんか紫とかオレンジとかなんか変わった色のすごいあって、そういうのとかもそういう時期で変わるので行ってみると楽しいと思います。あとおかげあんが、これは多分コメダに比べて聞いたことない人も多いと思うんですけど、これすごいおすすめしたくて、おかげあんは今愛知県と東京と神奈川だけにあるんですけど、コメダの和風版コメダって思ってもらって、でメニューが本当面白くて何回行ってもワクワクするんですけど、なんかこう各メニュー例えばラテであったとしたら、それぞれのメニューが全部抹茶パターン、ほうじ茶パターンとか、なんか全部その日本っぽい和風っぽい味が何パターンもあって、メニュー数がすごくて、であと面白いのがそのテーブルで自分でちっちゃいコンパクトな団子を焼く機械というか、その七輪ちっちゃい焼くやつが出てきて、でテーブルで団子を焼きながら、焼きたての団子を食べながら過ごすみたいな、そういうちょっと体験的な楽しさもあるというか、なんでそのおかげあん入ると結構みんなおしゃべりしながら団子を焼いてる大学生の子とかママ友とかご家族とかいて、すごいほんわかした雰囲気というかよくて、でモーニングとかもここその和風なので、そのご飯系とかおにぎりとかお茶漬けとかそういうのもメニューであるんですけど、モーニングでもその朝だけ提供されるモーニングっていうシステムでも普通パンが出てくると思うんですけど、おにぎりが出てきて、おにぎりとコーヒーとか結構面白い、ここならではの普通のもうほんとリアルな抹茶とかそういうのもメニューであるんで、抹茶と大福とかお団子とコーヒーとかおにぎりとコーヒーとか、すごいちょっと面白いこうカフェと和風の文化がこう混ざった名古屋らしいなっていう、そういうミックス文化はなんか名古屋らしいなとは思うんですけど、なんですごい面白いので、東京の方だったら東京で神奈川あたりで他の地域の方も愛知とか東京行く機会あったら、そこで一度おかげあん行ってみてください。すごい面白いので。なんで、あとですね、このまま続きでモーニング文化も話していこうと思います。これ名前が面白いんですけど、モーニングってこの愛知とか、名古屋の人はモーニング行こうって言うんですけど、なんか言葉だけ聞いたら意味が通らないんですけど、モーニングがそのまま朝っていう意味ではなくて、もうその別の言葉として朝喫茶店に午前中朝の時間帯に行くと、その
ドリンク料金だけで、朝食が出てくるというか、簡単な朝食が出てくるみたいな、コーヒー頼んだとしたら普通の他の、昼だとかに行ったら3時とか4時に行ったらコーヒーだけなんですけども、朝のその特定の時間に行けばコーヒーの値段で、トーストと、卵とサラダがついてくるとか、そういうのがあって、でもともとはその一宮とか名古屋とか周辺だけの文化だったんですけども、最近は結構テレビとかで特集されたりとかして結構広まっていって、他の地域でも見られるようにはなってきたみたいなんですけど、特にその発祥元の一宮名古屋とか、あと岐阜あたりとかだとそういうモーニングやっているところが多いというか、みんなやってるので結構激戦区というか、みんなその競争でどんどん豪華というか派手というかになってすごいんですよね。なので、その例えば一般的には一番ベーシックなのだとそのトーストと卵とサラダでそれでも十分すごいんですけども、本当に激戦区とかだともう本当一食分おにぎりとお味噌汁とサラダと卵焼きとウインナーとか、もう一食分しっかり出てきたり、サラダバーがついて自分で取りに行ったり、場所によっては手土産みたいなちょっと例えば少しシフォンケーキのお土産がつくとか、かなりすごくもう独自に発展というか面白くて、なので結構そのモーニングやっているところをその回ったり巡ったりするような、そのモーニングが面白いんで、その特色が店ごとの特色がすごくあって面白いんで、一度そのチェーン店もチェーン店の良さがあるんですけど、もし愛知とか来る機会ある方はその個人経営でやっているようなところとかだとよりその面白いモーニングがあったりするんで、混むので、早めに行った方がいいんですけど、お客さんたちも結構地元のおじいちゃんおばあちゃんとか家族連れが多くてアットホームな雰囲気の中食べれるかと思うので、それがモーニング文化で、先ほどのそのおかげ庵のだと、和風のコメダなんで、そのモーニングの中にラインナップとしておにぎりとかお茶漬けとかがあるような感じで、そのあたりもすごい面白いんですけど、なんでそうですね、モーニング文化一度ちょっと東海エリア来る方特に一度体験してみてくださいということで、今回いいなと思ってくださった方は高評価と、チャンネル登録お願いします。ではおやすみなさい。